暴れん坊将軍。参りました。いや、お見事。また一段と腕を上げられましたな。良い汗をかいた。困ったもんじゃ。何？加納様。上様のご鍛錬喜ばれるのが当然なのに、なぜ困ったなどと。人間固いだけではいかん。色好まざる男は底の欠けた杯のようなものという言葉もある。たまには女子のことも考えていただかねば。俺は苦手だ。それが困ると申しますのじゃ。上様が一体どのような女子がお好きなのか、それを知っておかねば御台様を選ぶ上にも。くどいぞじい。くどくともしつこくともぜひお聞きしておかねば。例えば大奥には何百という奥女中がおりまするが、その中でこれはと思われた女子とか。そんなものはおらん。上様が今日までただの一人もなかったとは言わせませんぞ。せめて一人ぐらいお心に残るような女子がいたのではござりませぬか。遠い日のかすかな記憶がふと吉宗の脳裏によみがえった。それは将軍として江戸城へ入って間もなく大奥の年寄りたちから花見の宴に招かれた時のことであった。本日はようこそお運びを賜りまして御礼申し上げます。どうかごゆるりとおくつろぎくださりませ。これはお庭に住み着いている小狐にございます。どうかお許しくださいませ。なるほど。狐ならば猫の姿に化けることもあろう。ならば誰の落ちたでもない。その方名は何と申す？答えよ。道でございます。上様、何か思い当たられたようでござりまするな。いや、何でもない。今のお顔は何かを思い出されたお顔でござりました。越前殿、
直ちにその女子を突き止めてもらいたい。いや、これは難題。まるで雲をつかむような。それよりもっと捉えどころがありませんな。なせばなる。名奉行大岡越前殿の腕を持ってできぬことはあるまい。そうか。道でございます。確か未知と言った。ってとどめをさせ。次か。もう一軒行きましょうや。今夜遅いから。どうせ刑事だって待ってる人がいないんでしょ。そりゃそうだ。行かん。それだけない。一軒だけだぞ。いや、遠くから来た。嫌なの？助けてくれ。助けてくれ。助からねえかもしれねえな。名前は何か言い残すことならば聞くぞ。お主は旗本の部屋住みで徳田新之助。武士としての真偽は心得てる。かたじけない。貴公の人柄を見込んでお頼みいたす。郡上藩上屋敷成瀬兵庫殿に敵は老中を動かそうとしている。老中？こちらも手を打たねば危ない。決断を成瀬殿にそう伝えていただきたい。分かった。必ず伝えよう。お侍さん。郡上藩邸と美濃郡上8万4万8千石青山右京太夫の家中だ。新さん、こいつらが下手人らしいですね。その男何か喋らなかったか。答える筋ではあるまい。何？この人殺し野郎。もしやるぞ。危ないから下がっておれ。やるな貴様。断っておくが無用な関わりを持つと命を落とすことになる。拙者が当藩江戸家老成瀬兵庫家中の用とは？追宣国当家中と思われる若者が何者かの手にかかって果てた。その場に行き合わせ今の際に言い残した言葉を貴殿に伝えると約束をした。受けたまわろう。敵は老中を動かそうとしている。こちらも手を打たねば危ない。決断を。それが最後の言葉だった。
わざわざ来てくだされたことは礼を言う。だが今夜見聞きしたことは全て忘れていただきたい。あいにく物覚えは良い方でな。そう都合よく忘れるのは難しいな。一つ聞かせてもらいたい。老中とは誰のことだ？ではもう一つ、敵とは誰のことだ？徳田氏と申されたな。余計な詮索は怪我のもとになる。ほう、これは面白い。先刻も同じような言葉を聞かされた。ご家老、聞きますか？待て。では帰るとしよう。若君。若君。兵庫、船木愛一郎が死んだと聞いたが本当か？残念ながら。もうやめた。俺だってやだよ。こんな介護の病人なんか。悪かったね。ねえねえ、お姉ちゃんほら機嫌直して。お母さん、本能の方にね、めっぽうよく聞くって評判の修験者がいるらしいんですけどね。私も知ってる。修験者？いろんな奇跡を起こすんですってね。おかみさん、そこに行けばきっとほっそりした美人になれますよ。ほっそりした美人に？私のかい？決めた。で、飛んだが。もうちょっと静かに下ろしとくれよ。痛いじゃないか。じゃあな。ちょいと。なんだよ。治療が終わるまで待っててくれよ。じゃあ立ちんだよ。しばらくそこら出すんでくれ。まったくもう何もなりもしないじゃないかよ。それじゃあこっちだ。こっちだ。今日は高貴なお方がおこもりですのでご祈祷は受けられません。そんなバカな。私は芝の方からわざわざ来たんですよ。お引き取りください。病人が一人で帰れるもんですか？無理だって入っちまいますよ。狼藉をすると許しませんぞ。我が子高丸の病を治しお世継ぎの座につかせたまえ。そのためには我が命を縮めようともいといません。これ私の思いですからね。どんどん飲みましょう。郡上藩の中間たちから聞いたのですが、青山右京太夫様には下屋敷にお道の方というご愛称がいて、高丸という5歳なる男の子があります。お道の方は嫡男の様之助を拝借して自分の腹を痛めた高丸を郡上藩の跡継ぎにしようとしています。そのために家中が2つに分かれ争っているのか？はい、形勢は上屋敷の側が有利ですが、最近黒崎甚九郎と名乗る武芸者が下屋敷へ出入りし、反対派の侍を次々と手にかけております。俺があったのはそうやってた。家老成瀬兵庫をはじめ上屋敷の侍たちはお道の方をお家を危うくする毒婦と呼んで憎しみの的にしています。高丸が不憫でなりません。まだ優れぬか？時々このように熱を出します。でも私の一年でどんなことをしても丈夫にしてやりとうございます。私の他にこの子のことを考えてやる者はいないのですから。わしがおるではないか。では様之助様を拝して高丸をお世継ぎとしてくださいますか？それは難しい。何しろ様之助は奥が生んだ嫡男だし、それを差し置いては
家中が収まらぬ。やはりお殿様は高丸が可愛くないのでございます。かわいそうな高丸、奥方様のような立派な家柄でなく、私のような町人の娘を母に持ったばかりに。おみち。でも私はどのようなことをしてもきっとお前をお世継ぎにしてあげますよ。何、花見の縁で子猫を。はあ、自分の主人が飼っていた猫だったそうですが、とっさに機転を利かせて主人を救ったのです。そんなことがあったのか。いや、いかにも上様がお気に召されるような話じゃ。で、その女子は？それから間もなくお暇をいただいて親元へ帰ったとか、町人の娘だったそうですが。越前殿、すぐにその親元を突き止めるのじゃ。この前の折にもお願いしましたように、高丸のことどうぞ重ねてお頼み申します。このようにおすがりできるのも御前様お一人だけ。今宵は格別美しいな。右京太夫が妬ましい。そのようなお戯れを。戯れではない。お許しを。高丸のことお力を貸していただけますか？分かっておる。だが一つの御座に二人座ることはできぬ。左馬之助さえいなくなればの。そなたにそこまでの覚悟があるかな。老中堀田日向守。それ以上は近づくことができず、話の内容を聞き取ることは叶いませんでした。老中まで動かすとは。よいしょ、どっこいしょ。はい。ったくもう抜け目がないんだからね。あいよ。ありがとう。半時もしたら迎えに行くから。また邪魔してる。私の腰はどうしてくれるんだよ。よし。こうなったら裏からどんなやつか見てやるから。何？長福。はい。その相手とは？青山様之助、牛年生まれ18歳。
わ人形？あれね、誰かを殺すご汚いんだね。白い顔の女がいてさ、ご天女っていうかお大名の側室っていう感じだったよ。何かもんどころか何か気がつかなかったか？もんだから。そういやカゴに山根を2つ並べた門がついてたよ。並び屋のもんどころ？郡上藩青山右京太夫。どうする？毒婦と呼ばれる女を懲らしめるか、それとも。待て！貴様、やはり上屋敷の一味だったのか。そうではない。だが無残に血が流れるのを黙って見過ごすことはできん。いずれ方をつけ。出るがよい。その方は道、俺を見忘れたのか？その名は何と申す？上様。今の私が何と呼ばれているかご存知ですか？俺が知ってる昔の道に戻れ。お前は本当は気持ちの優しい女なんだ。私は女ではありません。母なんです。この幸せを守るためには鬼にも邪にもなります。私がこんな恐ろしい女になったのはもしかすると上様のせいかもしれません。何？あの時上様は私の名を聞いてくださいました。大奥で上様から名を聞かれたらそれがどういうことかご存知でしょうか？それはその夜上様のおそばへ上がることなのです。でもその夜上様のおなりはございませんでした。大奥でお休みにはならなかったのです。待ちぼうけ当て外れお調子者寝起きのカラス知らなかった。将軍になって間もなかった俺はそんな多くのしきたりを知らなかったんだ。一度御殿勤めの華やかさを味わってしまった私はもう
町人のもとへ嫁ぐことはできませんでした。親の勧める縁談を断って郡上藩へ奉公に上がったのです。幸せか、ミシ。そのお尋ねは無謀ございます。ですが私は自分の道を歩むしかありません。高丸の母としての道です。それは間違ってる。お前のしてることは許されないことだ。もう何もおっしゃらないでください。私が自分で選んだんです。高丸の行く末に全てをかける道を。一人の女の運命を狂わしてしまったのはこの俺だ。いえ、それは違います。上様がそこまでご自分をお責めになることはありません。お道の方は上様を味方に引き込むためにわざとそんなことを言ったのかもしれません。悪知恵に長けた毒婦です。そうは思いたくない。我が子を愛しむあまりに目が見えなくなっている哀れな女だ。哀れとは思うがそのために正道を曲げはせる。生は生、邪は邪。場合によっては泣いて馬食を切らねばなるまい。大変でございます。町奉行の大岡様が。大岡様が。どうかそのまま。かかる夜分に断りもなしに参った非礼は許され、人払いを。下がっていなさい。はい。上様もことのほかお心を悩ましておいでになられる。だが物事の筋目だけは厳しく正されるお方だ。情に溺れて苦労をしろとなさるようなことはありえぬ。では高丸を一生日陰の身にせよとおっしゃるのでございますか。そんな不憫なことを。このままことが大きくなればそれだけでは済まん。お家騒動が公になって断絶の受け目を見た試しは多い。そうなっては元も子もあるまい。親心がかえってあだとなろう。その子のことは何とか身が立つようにこの大岡が計らおう。聞き分けてはもらえぬか。子供のためにもそなたのことを心配しておられる上様のためにも。大岡が下屋敷へ。お道の方と二人何事か密談をいたしておりました。人払いを命ぜられたため内容はわかりませんが、所詮は女。この辺りが限度かと。説得されて弱気にでもなられてはここまで運んだことが無駄になる。いかがいたしましょう。かねての手はず通りにいたす。かしこまりました。おかみさんにつけんじゃねえぞ。言いつけませんよ。内緒で今回もらってんじゃねえかおめえ。もらってないっすよ。ほら見たぞ。この野郎。あたたたたたた。はじけ。はい見て。
俺死にたくねえよ。俺も早く逃げろ。逃げよ撃たれたのは青山左馬之助です。命は深手ですが、なんとか1名だけは取り留める模様です。下手人は黒崎陣九郎だ。ではやはりお道の方が最後の手段に。忠相の計らいを無にし、俺の気持ちをも裏切ったのか。残念ですが、そうとしか考えられません。しかし左馬之助を暗殺しても俺が高丸の世継ぎを許さんことは分かってるはずだ。それでもなお非常の手段に訴える、そんな愚かな女ではない。才三、下屋敷から目を離すな。開門！開門！どけ！上位だ。殿のご命令によりお道の方を捕らえる。ご家老様がお方様を捕らえようと。ご上意です。殿がこの私を左馬之助様を襲ったことなど私は何も知らないのに。今捕らえられては申し開きができません。この場は逃げましょう。さあ高丸様早く。はい。お方様も早く。いないの？今のすみません。さあこちらへ。お願いのものにございます。追われております。お願いでございます。お開けくださいませ。老中本田の屋敷。お家騒動の黒幕は堀田日向守かと思われます。その堀田が陣九郎に命じて左馬之助を狙撃させた。今度は高丸が危ないかもしれん。浪江、これからどうなるのでしょう。ご老中におすがりするより他ありません。そうですね。一心斎殿、どうしてここへ？我がの病はその後どうじゃな。おかげさまで一頃に比べ随分元気になったようでございます。そうか。実は良い薬が手に入ってな。これを持って明日にでも見舞いに出向こうと思ってたところだ。高丸にお薬を。修験者が荒行に耐えるために用いる貴重な薬湯だ。よく聞くぞ。さあ飲むのじゃ。いただきなさい。はい。待ちなさい。
なものついて。今頃お気づきになられましたか。なぜのう、郡上藩は表高こそ4万8,000石だが、実高は優に8万石。加えて絹材木など産物も豊か。欲心がそそられるのう。お家騒動の火種に油を注ぎ、互いに共倒れさせればお家断絶は必至。あとはこのわしが良きように処置いたす。わしの役に立ってくれたことには礼を申そう。せめてもの冥土への土産じゃ。小わっぱもやれ。その後何やつじゃ。しかも遅かったか。道上様。何？上様？いかにも吉宗だ。堀田日向、その方郡上藩の世継ぎ騒動を利用して己の野望を満たさんがためにあまたの流血を招いた。その非道許せん。かくなる上はせんかたなし。出してお咎めを待つよりも人思いにお命に頂戴つかまつ。者ども受け合え。切れ！切って捨て！一つ消えれば一つ生まれる。この世を試すばかりでも雨が上がれば虹もかかるさ。恋にも巡り合う。さあ出かけよう。あの山と越えて果てない道を微笑み浮かべて。風に揺れてる草花に愛しさを知るだろう。上様。上様。道許せ。上様、私は愚かな女でございました。高丸のこと何卒承知した。
しゅうございます。上様のお胸に抱かれて死ねるなんて。上様、最後にお願いがございます。ゆえ昔のあの時のようにお言葉をかけてくださいませ。その方名は何と申す？答えよ。道でございます。今のお前はあの昔に戻ったようにあどけなく美しく見えるぞ。郡上藩は青山右京太夫が隠居して怪我の癒えた嫡男左馬之助がその後を継ぎ、高丸には3000石を割いて分家させた。若い時の苦労はこうてでもせよと申しまする。どんな辛いことがあってもそれが若木を立派な大木に育てる肥やしになるのでござりまするぞ。じいの場合はどうなる？さよう、じいの場合は枯れ木に花を咲かせることに。もう遅すぎますかな。いや、そんなことはない。もう一度咲かせてくれ。はいはい、せいぜい若返りましょう。この俺が選んだ道がたとえ茨の道だとて決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。暴れん坊将軍。日光東照宮、次はその方の番じゃ。私はこれでも侍です。女たぶらかして金出させるなんて、そんな真似は住んでもできません。どいつもこいつも腹が減っていたと見える。飯も食えん貧乏大名の家来どもが。よくも不足したな。一寸の結んでも五分の玉す。あなた俺私には本当のことを打ち明ける勇気がなかったんだ。私の役目はおめえから金を引き出すことだった。あなたはお役目のため。暴れん坊将軍倒産前夜の夫婦宣言、どうぞお楽しみに。